はい私はまだお話しできるようなことはないんですけれど、これからいろいろな思い出を作っていけたらなってそう思っています。私もマノと同じです。エピソードとしてお話しできるようなことがまだなくて、これからだなと。私はそうですね。泣いたことはないです。私は中学の卒業式が思い出深くて、一番最近の別れの記憶だからというのもあると思うんですけど、やっぱり今思い出しても寂しいなって思っちゃいます。それでは皆さん、聞いてください。あ、今日ほうれん草安い。どうしようかな。あ、はい。どうかされましたか？はい。そうですけど。そうなんですね。なるほど。ありがとうございます。ご期待に応えられるように頑張ります。ありがとうございます。なるほど。そんなことがあったんだね。肩ロース安くて結局買ったんだけど、あの人ずっと気にしてたのかなと思ったら、なんていうか、もっと早く声をかけてくれてもよかったのにって考えるところもあって。気を使って声をかけずにいてくれるのも嬉しいし、声をかけてくれるのも嬉しいし。私も近所のお店で気づかれてるのかなって感じたことが少しだけあって、でもやっぱり何も言えなくて、そのお姉さんの気持ちも日和ちゃんの感じたこともめぐるちゃんのお話もわかるなって。ありがとうマノ。私は気づかれてるって全然知らなかったから、声くらいかければいいのにって思っちゃったけど、よく考えたら安売り品を買ってたみたいに言われて、イルミネに影響が出たらとか考え出すだろうなって。私の性格を分かった上で、今日が最後だからって言ってくれたんだろうなって今考えると思う。素敵な心遣いだ。声くらい好きにかけたらいいのにって思う反面、ぐいぐい来られるのはちょっと苦手だし、実際肩ロースが安いって聞いた時になんだか恥ずかしい気がして、多分アイドルが安売り品をってところを無意識に感じてたんだと思う。可
完全にプライベートだもんね。でももしそうやって勇気を出して声をかけてくれたら、きっと何かできないかなって考えちゃうと思う。うん、それは思う。ただそれを相手が望んでいるかも問題としてあるじゃない。難しいね。いつもの人だ。いつ来てもレジしてくれる気がする。お仕事早いんだよね。レジ並んでてもテキパキさばいちゃう。できる大人って感じ。お願いします。もしかして気づいてくれてる？こっちから声かけるのってありかな？声くらい好きにかけたらいいのにって思う反面、ぐいぐい来られるのはちょっと苦手だし。いやいや、日和みたいにあんまりって人もいる。お仕事中だし困らせちゃうかもだし、そもそもなんか見たことあるってだけでファンじゃないって可能性も。それに、ごめんなさい。スマホ決済でお願いします。私も日和みたいな出来事があったよ。どの話？スーパーの人のやつ。なんか気づいてくれてるかもみたいな、ちょっとふわっとした感じだった。相手の方が声をかけたそうだったとかかな。逆。私が声かけたいなって思ったけど、いろいろ考えちゃって無理だった。今ならスーパーの人の気持ちすっごくわかる。声をかけるのはやっぱり勇気いるよね。そっか。よく行くコンビニの店員さんでね、いつもレジしてくれるから、私はもう友達みたいな気持ちでいて、そうならちょっとおしゃべりしたいなとか、どういう人なんだろうとか、もっと知りたいなって思っちゃうんだけどね。めぐるらしいね。私はそのおかげでめぐると仲良くなれたけど、今回は仕事中の人相手だから同じようにはいかないだろうし。そっか、私たちの時とは違うよね。難しいな。ねえ、なんかいつもならもっと何も考えずいけるはずなんだけど、距離感とかお互いの立場とか意識し始めたら難易度が急に。私だったらって考えたら、きっと声をかけられないなって思うんだ。私は
てるとか人気があるとか、自分ではそう思ってないのかなって、そう考えていました。私こそありがとうございます。そうだったんですね。またこうしてお話できたら嬉しいです。ひより、今日なんかいつもよりご機嫌だ。いいことあった？うん。今、3人でこうして会うの少し久しぶりだから、マノも早く来ないかなって。そっかそっか。でも本当にそれだけ？実は他にもあったりしない？最近の仕事、年上の方とご一緒することが多かったから、失礼のないようにって気を張ってることが多くて。だからこうして友達と気兼ねなくいられるのっていいなって。私も。マノからだ。なんて？撮影が押して遅れるみたい。こっちは大丈夫だから気にしないでって返しておくね。私もスタンプをしとく。マノの役控えめだけど芯の強い子なんだよね。原作読んだ。うん。ちゃんと向き合って話をしようとする人。なんかちょっとマノに近いなって思ってさ、楽しみなんだ放送。ひよりちゃん、めぐるちゃん、お待たせ。遅れちゃってごめんね。全然お仕事大事だもん。うん。撮影お疲れ様。順調？あって、押したんだから滞りなくってわけじゃないか。いろいろ監督さんや共演者の方ともお話しして、一緒にいいものを作らせていただいてるなって。よかった。雰囲気現場によって全然違うから。大変そうだけどやりがいありそうな感じする。私がお話ししやすいようにするにはどうしたらいいかなって考えてくださったり。いい人だ。それは判定が甘すぎる気もするけど。それぞれの役柄についてもたくさんお話もできて、とっても素敵な現場でご一緒させていただいているなって思うんだ。相手の方の考えとか自分の考えとか、いろんな気遣いがあること、
ドラマの撮影が始まる前に感じ方についてみんなで話したことがあったから、私もいろいろ考えてちゃんとお話できて、共演者さんも深いお話してくれたのかなって。生まれた家も育ってきた世界も違う私たち。本当なら出会うことはなかったかもしれない。この後私たちがどうなるかもわからない。こうして話している今が限りなく愛しくて、ずっとずっと続いていきますようにと。ただ祈りながら歩いていくんだ。ございます。私の方こそ機会があったらよろしくお願いします。お疲れ様です、プロデューサーさん。でも皆さんのおかげでいっぱい頑張れて、嬉しい言葉もたくさんいただけたので、なんだか次のお仕事が早くしたいなって走り出したいような気持ちでいっぱいです。ママ、撮影お疲れ様。ひよりちゃん、めぐるちゃん、ありがとう。ドラマ完走おめでとう。ありがとう、めぐるちゃん。私が行けなかったイルミネーションスターズのお仕事、ひよりちゃんとめぐるちゃんでいっぱい頑張ってくれて本当にありがとう。もともとそういう話だったし、それはマノだけじゃないでしょ。うんうん、ひよりや私の場合もあるから、その時はよろしく。そして春クールが終わるということは夏が来ます。テンション高いね。それはもちろん新しいお仕事とか出会いとかあるんだろうなって思ったらまあ私たちの仕事はいつも新しいことばかりだけど。春でも夏でもどんな時でも、確かにいつも新しい出会いがあるし、お別れもある。次はどんなお仕事に出会えるかな。マノはどんなお仕事したい？ひよりちゃんとめぐるちゃんと一緒のお仕事がいいな。私もだ。